ですね、もう最終日です。今日の夜、平陽古城駅から北京までの寝台列車で北京まで帰るので、今日が最終日です。今日の午後は予定開けてたんですが、ここから35キロぐらいの距離に、随分と古い村が残っている、もう要塞のようになった村が残っているということで、そこにちょっとね、ちょっと行ってみてこようかなという話になったので、今から行ってきます。自分も旅の下調べとかするときに結構他の人がどういうルートでどのぐらいの日程で、旅行してるだろうかみたいなことを見てみたりするんですけれども、10年以上前、もうスマホもない時代ですね、もうに中国を旅行して、それでブログにして映像じゃなくて、文字と写真でアップしているようなサイトが、いくつか見られてですね、そういうのを見てると本当にすごいなというふうに思いますね。もう先輩だと思って尊敬してます。はい。現代の中国って今でも我々にとって随分未知な部分が多いですけれども、当時なんかはもう全くなんかわからない得体の知れない場所だったわけですよね、多くの私たちにとって。そんな中で実際に来て、ほんでスマホ今みたいに便利に何でも調べられないし、で中国語もそんなに喋られないけど普通になんかやり取りして、その何元とか言って払ってコミュニケーション取ってちゃんとそこまでたどり着いて旅行できてるっていうのが本当にすごいですね。私はこんなに便利になった今でもやっぱりちょっと難しいと感じる部分がありますから、はい、もう尊敬します。はい。ここ部屋に写真が飾ってあって、これが民国時期の大元符って書いてある。知道吗？第一次懂这。拍照了。これさ、こういうことになってるけどさ、別に城壁とか見えなかったよね。古いなんか軍事の秘密の通路でずっと地下に、ここの標高自体がすでに1000ぐらいだから、地下って言っても標高が低くなるわけじゃないと思うんだけど。障壁古法は中国古代の清掃・風水思想に基づく要塞村落で、その起源は16国時代に遡ります。敷地内には夏商代の古文化遺跡、北朝時代の地下道、近代の墓葬、妊娠代の住居など、さまざまな歴史的遺跡が残されています。ここで馬も、ここに馬入れて、馬の餌入れちゃう。あれ古法の地下道は古代の兵法民保安道に基づいて戦略的に設計されたもので、3層構造で村全体の下を這うように広がっており、全長10キロ、最大で1万人を収容できたといいます。マジで迷路やな。なんかびっくりした。なんかエキシビジョンみたいなのがやってるみたい。はい、やっと出てきました。もう私ね、中国で数々の城壁を攻略してきましたが、もうこれは新しい感じで、はい、新鮮でした。私今ここから出てきて、ほんで出たらこんな景色で、またここからその同じ道がまた始まる。ここからこの湖畔の周りはですね、このように渓谷っていうか谷になってるんですね。それはそうだ、谷じゃなかったら簡単に攻め入れられてしまうから。平陽や大道で見た城池と意図しているところは変わらないわけですね。でも城壁はその平らなところにですね、壁を築く。だから城壁の中と外は高さも
変わらない。でもこの湖畔はですね、その谷とか山とかそういう地形を生かしたところにですね、こういう風に建てて自然を生かした要塞になっているとのことです。湖畔の地上へやってきました。村内は宗教的に非常に多様で、仏教、道教、儒教の諸尊が共に祀られています。また、北方遊牧民族の権威を象徴する火漢廟が残されており、古代少数民族の信仰の面影が今なお息づいています。湖畔内の建築はこのように徒橋が組まれておらず、シンプルな造りになっています。この屋根のところがね、若干緑と黄色色になってると思うんですけど、あれ瑠璃瓦なんですね。すっごく綺麗で、ここにも壺とかいろいろ置いてある。あー綺麗ね。これはその瑠璃の伝統工芸みたいですね。ここの伝統的な工芸品で本当に美しい。山西省のその流壁で見たやつと一緒ですね。今ね、平陽駅に着きました。今夜の7時前です。で、8時から今もうすぐ8時から5時までの寝台列車で北京まで帰ります。はい。でこの平陽駅は平陽古城駅っていうもう一個ある駅とは違って、普通列車だけが多分止まる小さな駅です。ほとんど人がいなくて、であんまり誰もいない。お菓子がさ、このさ、美味しくてさ、これ美味しくて、でなんかこれもすごい美味しくて、この賛成って書いてるんだけど、お菓子が美味しい。はい。昨日行った平陽古城は、その古城の中は観光客向けも含めてお店を出している人とか観光客ですごく賑わっていて、ほんでそうね、雰囲気的にその現代の街の延長線上みたいな雰囲気で、その古い街の趣というか、そういうものはあんまり感じることができませんでした。で個人的に見れてよかったなと思ったのは、平陽古城の中にその見に行った検証を見に行ったと思うんですが、その平陽のその政府の機関があった場所ですね。でそこで民間人のいざこざなんかをね、どのようにその紛争解決をねしてた場所とかがあって、でそれを見れたのが楽しかったです。というのも私なんか去年ぐらいにその中国法制史という授業を取っていて、明や清代にですね、民間人の契約とか、そこから派生する紛争なんかをね、どのように当事者の納得いく形で解決していただくかみたいなことをね、授業で若干聞いたのをなんとなく頭の片隅に覚えてて、でこの役所の中のこの部屋でこういう風に解決したんだとかいう展示があったので、なんか授業で聞いたわとか思って、個人的には見ることができてよかったです。それで中国においても明代や清の民間での紛争解決の方法とか、いわゆる法はですね、その中国で独自に発展してきた制度だったんですね。ですが現在はもう中国も日本もアジア諸国全部ですが、西洋の方を経由してですね、今はもう西側の方をもう完全に移植したような形に、なっているということで、その独自の日本だったら明治維新の後からですが、その今の西洋の方と昔の紛争解決の方法っていうのには完全に断絶しているので、そういう意味でも歴史の資料がね、そういう実際に残っているっていうのは非常に意義のあることだと思いました。で今日最終日にですね、急遽行くことにした長壁古堡ですが、地下通路はね、私狭いところちょっと怖くてちょっと怖かったんだけど、10キロもあるみたいで、もう昔の人は考えることがすごすぎる。だって本当にそれを思いついて本当に作ってしまうんだからすごいなと思って、で
大道で見た城壁、登った城壁もですけれども、やっぱり中国旅行の醍醐味はその規模感を体感できることだと思うんですね。日本では無理ですから、もう私たちの大阪城なんかもうそんなに比べたらもうこんなんですから、本当にはいで大道で見た流壁をはじめとして、この階級の湖峰で見た瑠璃瓦とか瑠璃の芸術工芸品を見ることができて、それすごく美しくて本当に目に楽しかったです。瑠璃の美しいね、青や黄色とか緑とか、それ青や黄色緑って言ってもいろんな色があるのに、どうしてこんなにもうこの色という美しい色をどうして選んでそれで作れたんだろうって、本当にすごい美しい色が出ていて、もうちょっと持って帰りたい持って帰れないですが、はい思いました。あとはその湖峰の地下通路の後ですね、そこの中の村を見て回ったんですね。でそこは標高が1000メートルぐらいのところにあるんですけれども、でその村の後ろ手にですね、大きな山がこう連なっているのが見えて、なんか行ったことないんですが、チベットとかネパールとか、なんかそういう場所のなんか雰囲気と似てるんじゃないかななんて思ったりして、なんか今回の旅の中でその場所だけすごいなんか別世界観を感じることができて、本当に行ってよかったなというふうに思いました。もう今列車を待ってます。寝台列車で乗るの何回目かな、結構乗ってるんで、もう最初ちょっと不安だったけど、もう大丈夫站台上乱跑，以免发生危险。谢谢您的配合，祝您。